お尻が後傾した状態で膝割るとすんごい不格好なんです。お尻上げてスマートに構えてからちょっとだけ割ることによってぐーっと引っ込めながらこう持ってくるようなイメージ。インパクトの瞬間はお腹ガンって殴られた時の感覚。お腹はどんな時でもおへそは下、そう右肘が勝手にここにくっついてるんですけど、皆さんこんにちは、ひがです。萌です。お願いします。はい、ということで今回はですね、飛距離アップについてやっていきたいんですけど、その中でも、インパクトの起き上がりについてをやっていきたい。でやっぱ起き上がっちゃうとどういうミスが出ると思います？トップ1個はそれですね。他に大々的なことあります？まあリリースしちゃうので、ダフりとかにもつながる。まあでもやっぱ飛距離が出なかったりもする。起き上がっていいことはないということで、結構ねでもねお客さんでも起き上がりがもう8割ぐらい。やっぱどうしてもコースとか行っちゃうと、自分の球の方向とか、行方知りたいじゃないですか、やっぱそれが気になってこう起き上がっちゃったりとかあるかもしれない、確かにそれはよく言いますね。ヘッドアップしてるよとかね。なんでまあ今日は正しいインパクトの形についてやっていくので、これ治ればやっぱ飛距離は全然違ってくると思うので、皆さん最後まで見てください。お願いします。お願いします。比嘉萌の YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページ、お電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み、質問の欄に比嘉萌無料レッスンとご記入ください。お電話の方は比嘉萌の YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。はい、ということでじゃあ早速説明の方に入っていきますが、ドライバーで説明していきます。まず起き上がってる人のスイングの特徴として一回私が打ってみますね。まあでも起き上がってる人自分でわかるよね。わかんないのかな。いやわかんないかも。じゃあ打ちます。こんな感じじゃないですかね。今シンプルにまあすっごいボール打ってるんですけど、伸びてるよね、打つ瞬間に体が伸び上がってるようなスイングが起き上がってるスイングなんですけど、やっぱりなんで起き上がると飛ばないのかっていうと、例えば打つ瞬間にですよ、この直立の状態でやっぱボールに力を伝えるっていうのがまず難しいんですよ。やっぱりある程度力入れる時って気合入るからちょっとやっぱりこういう縮こまった方が体のパワーがギュッてこう集まるのでボールに力を伝えられるんです。これを腕だけの力でボンって打とうとする人はやっぱ伸び上がって腕だけのパワーで打つようなスイングになっちゃうので、起き上がってしまう原因としてですね、まずアドレスで骨盤が後傾しちゃっている人っていうのはそもそもスイング中に起き上がりやすい状態なので、ちゃんと骨盤を前傾させること、お尻をちょっと上に向けるような意識でアドレスを構えます。あと1個、トップまで行くのにすでに起き上がっちゃう人もいるんですよ。で右サイドのこの骨盤がボーンと外れて、頭の位置が上がってきちゃうっていうのはやっぱり良くないなと思いますので、ちゃんと右足は付け根、ここですよね、ここに体重を乗せるようなイメージ。これが分からない人は構えた時にちょっとですよ、ちょっと膝をちょっと外側にね割ってみてほしいんですよ。そうすると、この膝をね割ることによって踏ん張りやすくなるので、こう女性とかってこうやって内側に入りやすい、そう内側に入ったらなんかねこうふわふわするんです、足が。なんで女性とかは特に構えたら、ちゃんとちょっとだけ膝をピュッて外に向けることによって踏ん張りやすくなるので、これやってみてほしいです。でこれやる時の注意点はね、さっき言ったアドレスでお尻が後傾した状態で膝割るとすんごい不格好なんです。気をつけてください。これお尻上げてスマートに構えてからちょっとだけ割ることによってかっこよく構えられるので、これは1個。ここまで踏ん張ることができたら次感じのダウンからインパクトにかけてなんですけど、意識としてはお腹はこう出すんじゃなくて、お腹をちょっと引っ込めながらふーっと引っ込めながらこう持ってくるようなイメージ。クラブなしでやると、バックスイング入るじゃないですか。そしたらこのまんま
こう戻すっていうよりかは、ここからちょっとお腹をね丸めながらくるような意識で持ってくるなんかと、すごいひねってる感じがしますね。ひねってるような感覚もあるかもしれない。あ、ここですよね。うんそうそうねじれてるっていう。あ、そうそうそう、合ってます合ってます。こう捻転がつくので、ここからお腹丸めながら持ってくるとダウンスイングで起き上がらないスイングができてくるかなと思うんで、よく言うのはインパクトの瞬間はなんかお腹ガンって殴られた時の感覚、ドーンって殴られる時にポンって出す人いないじゃないですか。殴られる時にね、殴られる時である程度お腹固めてグッてちょっと構えるというか、なんだろうな、力入れてパワーをなんか吸収しようとするじゃないですか、その感覚が欲しいので、分かんない人は一回誰かに殴られてください。やめてそういうのはねいいんですけど、バックスイング上げたらなるべくお腹をこう丸めて持ってくると、アドレスの位置よりも頭の位置が少し下がる状態でのインパクトが作れる、はい、あとはフォロースルーね。こうでもインパクトまで起き上がらずに振ることができれば、あとはさらにフォロースルーでも頭ってもっと下がるんですよ、はい、なのでここはもう別に意識しなくてもいいかなと思うので、とにかくダウンでお腹を丸める。よくなんか私の動画で下半身の使い方とかで踏み込んで蹴る動きとかあると思うんですけど、この時に左に踏み込む時にお腹がねこう正面向きながらやる人いるんです、お客さんでも。これってもう起き上がってるから足は踏ん張ってるのにここに全く力入ってない、結局手打ちで起き上がって、踏み込んでるのに飛ばないみたいな状態にもなっちゃうので、お腹はどんな時でもおへそは下に向けて、下に向けて、でさらに左足で蹴ってくると一番力強いインパクトが作れるので、やってみてほしいです。はい、じゃあちょっとドリル紹介しますね。お願いします。はい、ということでじゃあ練習ドリルを説明していきますが、今回のドリルはもうこういう練習する場所じゃないとできないドリルだと思いますので、家ではできないかなと思います、用意するのは E スイングにあるこのねインパクトバッグっていうものなんですけど、こういうものを次アイアンに持ち替えてますが、ウェッジです。これでこれを力強く打つんですけど、強く叩こうってする時の感覚を掴んでほしくて、強く叩きたい時ってやっぱりさっき言った起き上がらないようにこういう風に振ってくるはずなんです、でインパクトで止まっていいので、とにかく強く叩くようにしてほしいです。もう一回いきますよ、バックスイング上げたらインパクトで止まる。この時のインパクトが一番ベスト。この形をとにかく覚えます。ダメな時はどんな感じなんですか？ダメな時はね、起き上がる人はこういうこと、多分ねこうやって叩く人いないんです。このインパクトバッグ叩く時に。ああ、そうなんだ。まずいない。じゃあもうこういうものがあれば自然とちゃんと作れる。だってですよ、めちゃくちゃムカついてる時にこうやって叩かないじゃないですか。なんか分かる、やる気ないみたいに超ムカついてる時ね、ちょっと腹立つ時っておりゃーみたいな感じでちょっとこうやって体全部で伝えに行くじゃないですか。その感覚と一緒。やっぱり一番力が入るようにするにはここからこういうインパクトを取れるように練習をしてあげてほしい。これやってみるといいと思う。もうやってみようか。はい、ということでじゃあ萌えに実際にインパクトバッグ叩いてもらおうかな。力強く。そうもう一回で、なるべく肘抜かないでね。そう絶対そうなるじゃん、力強く叩こうとするとね。しかも右肘が勝手にここにくっついてるんですけど、これって強く叩こうとするのにこうやって叩く人ってやっぱいないんですよ。それと一緒、一番自分が力が入るポイントっていうのをちゃんと自分の体に覚え込ませる練習なので、これをやった方がいいと思います。私も小さい頃めっちゃ入れました。なんで皆さんも E スイングでぜひインパクトバッグをいつでも出せますのでやってください。じゃあビフォーアフターいこうかな。お願いします。お願いします。ということでじゃあビフォーとアフターを打っていきますが、ビフォーは起き上がり、インパクトで体が伸び上がった状態ですね。打っていきます。
おお、これだ。いる。ということで、じゃあ次アフターを打っていきたいなと思うんですが、アフターは正しいインパクト、さっきインパクトバックを打った感覚で振っていきます。はい。おお、ナイスショー。はい、ということで、じゃあ早速私が打ったビフォーとアフターを見比べていきたいなと思うんですが、はい、まずスイング映像を見ましょう。はい、左がビフォー、右がアフターなんですが、まずアドレスですね。私わざと左側のビフォーは骨盤を後傾させて構えてるんですけども、こういうアドレス意外とアマチュアの方多いんじゃないかなと思います。なんとなくお尻がドンって落ちて膝が深く曲がって不格好ですよね。でこのアドレスすると起き上がりやすくなっちゃいます。じゃあ次バックスイング上げていきましょう。ありがとうございます。でここから次ダウン入っちゃっていいですよ。おー、ストップ。はい、ありがとうございます。この時のダウンスイングビフォーの時ってキープぐらいだと思うんです。この時にもっと悪い人だともうこの時点で起き上がってる人います。アフターだと今沈み込みの時点なので、ちょっと頭の位置がゴンと下がってますよね。これが今ボールに対しての力を貯めてる時間、貯める時間っていうところですね。でそのままインパクトまでピッピッピッとOK、ありがとうございます。これがどっちもお互いのインパクトなんですけども、本当に見てわかるように左側の映像っていうのはなんとなく伸び上がって前傾がない状態、もっとひどいと直立になったりする人もいるので、なるべく右みたいに頭の位置がぐっと下がって右サイドがこう収縮されてるようなインパクトが取れると一番力が入るポイントでボールを打ち出せます。さらにフォロースルー OK、ありがとうございます。正しいインパクトができた人っていうのはフォロースルーでさらに頭が下がるんですよね。この動きが見れれば起き上がりは修正できてきてるなと思っていいかなと思います。でも左側だともうほぼほぼ直立、なんか全然力入ってないようなスイングに見えるんじゃないかなと思いますので、インパクトにかけて頭が若干下がってフォローにかけても下がってこれると一番ベストかなと思います。でデータクラブスピードが 36.2 から 39.9 で 3.7 アップ、キャリーが 169.8 から210.8 ヤードで41ヤードアップ、トータルが 200.3 ヤードから 246.8 で 46.5 ヤードアップということで、ヘッドスピードが上がりやすいっていうのはまず1個なんですけども、やっぱり起き上がっちゃうとどうしてもさっき言ったトップとかになりやすいので、ヒットしてる感覚がない、ヒットミスが出やすいと思います。トップダフリっていうのはね、なんでやっぱミート率も下がってしまうんじゃないかなと思いますので、分厚く当たらない人とかどうしてもトップダフリが多い人っていうのは大体の方みんなこうパーンと起き上がりながら力なく振ってることが多いので、いいスイングに来た時はぜひインパクトバックを打つ練習をやってみてもらえるといいかなと思いますので、やってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。いいスイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。